country lanes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two, somewhere new. We watch the sky fade into the night. With you, my arms, nothing can go wrong. We'll fall asleep on a starlit beach, just us two, somewhere new.こんにちは。今日は久しぶりにフィンランドのお土産を紹介します。
今回は冬に帰国するので、夏にあんまり買ったことがないチョコレートのお菓子だったり、冬っぽいねクリスマスカレンダーだったり、秋冬がねテーマのお土産が混ざってます。今回選んだものは大体がスーパーから購入できるもので、あとはちょっと飲みの市から買ったものなども紹介しようと思います。最初に紹介するのはスーパーから購入した秋冬におすすめのお菓子です。今回は帰国するのが冬なので、チョコとか溶けないかなと思っていろいろ買ってきました。これはファッツァーのソルティートフィークランチインミルクチョコレート。ファッツァーのチョコだったらだいたいこういう一個一個包装されているチョコが入っているタイプの箱か、このくらいのサイズのチョコレートバーか、板チョコの3種類が販売されてます。で、個人的にやっぱりおすすめなのがこの箱型のタイプ。これだったら一個一個包装されてるから、お土産としてね分けてお友達とか家族にあげれるし、何より食べやすいからお土産としてはこれがおすすめです。チョコが大好きな人、自分用とかだったらこういう大きな板チョコタイプのチョコがおすすめです。一つ180g くらい入ってます。これはチョコじゃないんだけど、こういう、細長いタイプ、お土産としてもおすすめだけど、私はよくフィンランドから日本に行く時の飛行機とか移動中に食べれるから、よくこのサイズのチョコを買ってます。これは移動中とかお土産におすすめです。そう、ちなみにこの箱タイプのものは結構いろんな種類があって、ミルクチョコだったり、これフィンランド好きな人だったら知ってるかもしれないんだけど、このファッツァーのゲイシャっていうチョコのシリーズも有名で、これはミルクチョコと中に柔らかいタイプのヘーゼルナッツのフィリングが入ってます。ちなみにさっきね見せてたこの板チョコは、寒い時期にミントチョコって美味しいかなと思って選んでみました。次はこれはとってもフィンランドっぽいかなと思って選びました。ラクリッツです。なんか北欧っぽい味を食べてみたいっていう人におすすめのお土産です。でね、これは大きすぎないので、どんな味か食べてみたい人におすすめです。ここにもいろんな味があって、これは定番オリジナルのラクリッツ。これは食べやすそうだなって思ったラクリッツのチョコレート味。違う、レモン味です。パッケージがねとっても可愛くて北欧っぽいから、なんか見た目としても味としてもユニークでお土産にいいかなって思いました。で、次はこれは本当にフィンランドっぽいお菓子。ファッツァーリミックスムービーって書いてて、チョコとかグミとかいろんなタイプの、多分ラクリッツとかも入ってるかな、サルミアッキが入ってる。で、こっちもだいたい同じ感じだけど中身が違います。サルミアッキのチョコとフルーツのサワーグミかな、ラクリッツも入ってます。こっちの方がもっと北欧っぽい味かもしれない。なかなかパンチのある絵なんで一回見たら忘れられないかもしれない。お菓子をたくさん紹介したんだけど、最後は歯にいいものをフィンランドといえばねキシリトールということで、ムーミンのタブレットタイプのキシリトールを選びました、ね。これは子供向け、大人でもいいんだけど子供向けにおすすめです。実際に我が家にあるものでおすすめのものはないかなと思って調べたらいくつかあったので、それを紹介しようと思います。グラノーラのヘルシーバージョンみたいなものです。あとフィンランドって夕ご飯の次にもう一回食べるんですよね。なので夫とか娘がよく朝か夜に食べてます。ちょっとね重たいから持って帰る時大変かもしれないんだけど、でも美味しいしとってもヘルシーだから、スーツケースに空きがあるなって方はおすすめです。10月11月12月この3ヶ月くらいに来年旅行に来る人がいたら、こういうクリスマスカレンダーもおすすめです。これは今年の娘のお母さんたちがくれたカレンダーなんだけど、結構薄いし軽いから全然持って帰れるサイズです。今日2日だからもう1日目は娘が食べてるんだけど、こういう風に開けたらねちょっとした可愛いイラストも出てきます。
ちなみにこのイラストはフィンランドの有名な児童文学作家さんのマオリ・カンナスさんっていう方が描かれてます。本当に有名な方だから、こういう風にねスーパーでもいろんなところで彼のイラストを見ることができます。この絵本を持って帰ります。でこれは夜に関係する物語が入ってて、でこんな風にお化けとかミイラがいたかな、ミイラとかヴァンパイアとか、私の甥が日本の妖怪がすごい好きだそうで、ちょっとねホラーテイストの絵本を選んでみました。次に紹介するのがこっちはねコーマーケットかな。これは日本の友達に頼まれて買ったものです。お友達曰く今はどうかな、この動画が出てる時はもう発売されてるかもしれない。でもこれを買った時は日本でまだ未発売のムーミンマグでした。フィンランドの大きめのスーパーに行ったらこんな風にムーミン食器とかたくさん売ってて、一番新しいシリーズとかも販売されています。でね、食器以外にもタオルだったりハサミだったりお土産をね買いに行く人があったら、ぜひムーミンの食器コーナーとかムーミンのアイテムコーナーも探してみてください。でも小さめのスーパーだったら売ってないことが多いので、できたら大きなスーパーに行ってみてください。こっちは私はキルピス飲みの市で買ったんだけどね、マルティネックスっていうブランドのムーミン食器もすごい可愛いからお土産におすすめです。でムーミン食器だったらコーマーケットもあるけど、できたらプリスマの方がいっぱいあるかな。でこれはね残念ながら電子レンジとかは使えないんだけど、食洗機も使えるし、何よりね丈夫だから子供が落としたとしても割れないのでおすすめです。なんか普通に大人が使っても可愛いと思う。これはねお土産でもいいし、食器が好きなら自分用に買ってほしいアラビアのヴィンテージのコーヒーカップです。こっちは飲みの市から今年見つけたもので15ユーロくらいだったかな。ヴィンテージとして結構安かったです。秋にフィスカルスに行った時に購入したお皿です。飲みの市だけじゃなくて普通にアラビア行ったら大きめのお店に行ったらヴィンテージの食器コーナーがあって、でそこで値段が均一されて昔の食器が販売されています。こういうね新しいお皿を買うのもとってもいいと思うんだけど、個人的に昔の古いアラビアってとっても魅力的というか、昔のお皿だけどすごい丈夫で長く使える食器なんですよ。ぜひフィンランドに来たら自分好みのヴィンテージのアラビア食器を見つけたら楽しいかなって思っています。この動画をね上げている頃は日本はね旅行中だと思うので、またその旅行の様子だったりフィンランドから日本に行く様子だったり、またいろいろ動画で紹介できたらなと思います。それではまた来週。またね。もいもーい。